振り切れない。悪い夢でも見てんのか。初めての峠とはいえこの俺が追っかけ回されてる。冗談じゃねえクソったれが。無茶だ。この緩い右の先はきつい左だぞ。遠心力でケツが出てる。スピードに乗りすぎて立て直すスペースはない。何？俺はアキナさんが死んだ走り屋の幽霊でも見たのか。腹立つくらい完璧なスーパードリフト。何者だあの86。アキナの峠を熟知していた。奴は地元の人間だ。でなきゃ86ごときに俺がもう一度相手リベンジかましてやらなきゃ気が収まらねえ。出てこいアキナの幽霊。俺はお前に会いに来てるんだ。 Another heroいよいよ始まるぞ。アキナスピードスターズ対赤城レッドサンズ。下りのタイムアタックだ。スタート10秒前。9、8、7、6、5、4、3、2、1、GO！ ストレートでちぎるのは不本意だが、これはタイムアタック。第1コーナーの突っ込みまでにたっぷりマージンを取る。そして国産最強のコーナリングマシン FD がコーナーも制する。すげえ FD 超絶速え。やっぱ86じゃ勝負になんねえよね。86やべえくらい速えぞ。差が詰まって
バカな、そんなことあるわけないぜ。スタートダッシュを見る限りパワーはせいぜい150馬力。ケイスケが言うモンスターマシンでも何でもない。シフトポイントが速いのはラリー用のクロスミッションを組んでいるから。だからといってケイスケの FD が負ける理由は見つからない。もしそんなことがあるとすれば、モンスターなのは車ではなくドライバー。わけわかんない速さで抜けてきやがった。いつすっ飛んでもおかしくねえぞ。あいつ下りの恐怖ってものを感じてねえのか。あいつコーナー間のストレート流しっぱなしで抜けてったぞ。なんだあれ、俺たちが考えてるドリフトとは違うもんだぜ。まるで芸術。ほとんどカウンターを当てない全開の四輪ドリフト。86という車を限界領域で自分の手足のようにコントロールしている。非力な86では失速したらスピードを回復するのに時間がかかる。だから無駄な減速を一切せず最短距離を抜けていく。追いつかれた。誤算だったな、これほどとは。峠では圧倒的に下りが難しい。上りはミスしてもごまかしが効くが、下りのミスは即事故につながる。特にアキナは勾配がきつく、その恐怖は波ではない。下りを制する者、ダウンヒルスペシャリストこそが最速の走り屋。どうしたって言うんだ。ここまで俺が追い回されるなんて。この前より隙がなくなってる。それにセカンドの立ち上がりは互角でも直線で差が開く。あのクソ親父、やっぱ抜かねえと勝ったとは認めてくんねえだろうな。しょうがねえ、あれやるか。仕掛けるポイントはこの先の5連続ヘアピンカーブ。来た。直線で突き放しても食いつかれるってことはコーナーワークで負けてんのかよ。そんなの死んでも認めたくないぜ。パワーの劣る車にコーナーで追い込まれるなんて、走り屋には最大の屈辱だ。クソったれ。 FD が先か。ま、当然だろうな。何86が減速しねえ。次は右のヘアピンだぞ。ブレーキフェードか。なんだそりゃ。今何が起こった？わかんねえ。あの86曲がれるはずなかったのに。あいつ道路脇の溝にタイヤを引っ掛けて曲がれるはずもねえスピードで曲がりやがった。単純な思いつきだが誰にでも真似できることじゃねえ。とんでもねえバカが世の中にはいる。楽しみがまた一つ増えたぜ。来た。どっちだ。86。7秒の差をつけてたぞ。すごすぎるぜ。上りはうちが勝つだろうが、この交流戦レッドサンズの負けだ。こんなことが起こるのが峠というところか。
面白いなあの86。今の白い FC 高橋涼介じゃねえか。バトルしてんのか。なかなかまともだな。ついていけるぜ高橋涼介に。大したサーカスだった。ドリフト野郎は大嫌いだが86お前は速い。頭の中が真っ白になるようなギリギリのバトルでなきゃ俺はダメだ。お前なら相手にとって不足はない。アキナの86。カウントダウン開始。5秒前。4、3、2、1、ゴー。ラグビー頑張れ。シンデレラ城のミステリーツアー出発。特等席からバトルを見物させてやる。ケースか。中里のやつアクセル緩めて86を待ってやがるぜ。ストレートでちぎったらもったいねえ。俺はバトルがしたいんだよ。本当のスタートはコーナーに入ってからだぜ。ふざけやがって。あんなオーバーアクションのカニ走りでこの俺についてこれるわけがねえ。感動的だぜ。こうして近くで見ていると改めてあのドリフトは芸術だと思うよ。俺でも限界領域であそこまでは FC をコントロールできてないけどノンターボの86じゃいつかは力負けすんじゃねえのか。ターボってやつは直線では強力な味方だがコーナーの立ち上がりではそのパワーゆえに車の挙動を乱す諸刃の剣だが86なら一度姿勢を決めたらガンガン踏んでいける。テクニカルコースでは非力でも思い切って踏んでいける車の方が速いこともあるんだ。
ぜ。この感じ、全身の血が沸騰したようなこのハイテンション、これこそバトルだ。低速のヘアピンカーブは GTR の得意分野。強力なブレーキできっちり車速を落とせば、下りでは嫌でも前輪に荷重が残る。最大の泣きどころのプッシングアンダーは出にくいぜ。そしてこの瞬間がたまんねえぜ。どんな車にも負けねえ低速ギアからの加速、合成たっぷりのボディはびくともしねえ。サーキットで最強のマシンは公道でも最強。リアサイドの R のバッジは腐敗神話の R だ。俺の R についてこれるか86。違う、なんか違う、やっぱり違う。踏んでも車が乱れない。今までよりもワンテンポ早く踏める。流れすぎないから思い切って踏んでいける。そっか、親父店閉めて出かけてたのはこのためだったのか。よくわかんねえけど、これはこれでいい感じだぜ。すげえ、目がついていかねえ。86が追いついてる。バカだ、ありえねえ。上等だぜ。そこまでやられちゃ86が非力な旧型車だって意識は完全に吹っ飛んだぜ。一級品の戦闘力を持ったいいマシンじゃねえかよ。ゾクゾクするぐらい嬉しいぜ。こんな美味しいバトルはこの車に乗り換えてから初めてだ。低速コーナーはいくら86が突っ込みで食いついても立ち上がり加速の差でまた距離が開く。だが高速コーナーでは86が差を詰めてる。インをデッドに攻めるってのは走り屋の口癖だが、奴は半端ねえ。バンパーをガードレールにこすりつけるようにして限界スピードで4輪ドリフトしながら最短距離を抜けていく。非力や86が失速しないよう無駄な減速を一切せずに、奴のドリフトはそのためのドリフトなんだ。桁違いだぜ。こればっかりは車の性能がどうのこうのって問題じゃねえ。あの野郎は頭のネジが 2,3 個吹っ飛んでやがる。とんでもねえ圧力。この俺が振り切れねえだと。クソったれ、生きててよかったぜ。スーパーフロントヘビーから来るアンダーステアが GTR の弱点。足回りのチューニングやドラテクでごまかしても基本特性は変わらない。ハードなダウンヒルだ。 ABS を効かせながらこじるようなステアリング操作を続ければ必ずフロントタイヤとブレーキが垂れてくる。フロントの応答性が怪しくなってきた。アンダー気味だぜ。フロントタイヤへの負担が予想よりはるかにでかかったか。厳しいぜ。だけど絶対負けるわけにはいかねえ。この5連続ヘアピンで俺は高橋圭介が抜かれるのを見た。内側に飛び込ませなきゃいいんだろうが、インは死んでも開けねえぜ。何？
なめてんじゃねえぞこのガキ屋。また外から目障りでたまんねえ。 GTR の挙動がかなり怪しい。中里め、集中力をなくしてるな。目を離すなよカスカ。86が抜きに行くぞ。そうだ、無理にインにつこうとするから不自然なラインになってツッコミが甘くなるんだ。奴が通れない程度に寄せるだけならもっと進入スピードを上げられる。アウトにラインを振った。インはねえ。いない。どこだ、どこ行った。外はフェイント。フルブレーキングしながらラインを変えやがったのか。鮮やかなもんだぜ。だけどこのまま並んで立ち上がれば2速全開の加速で前に出れる。 RB26 の底力を見せつけてやるぜ。負けた。 GTR が負けた。いや違う、負けたのは俺だ。 GTR が86に負けたわけじゃねえ。ショックはショックだけど不思議と爽やかな気分だぜ。全力を出し切って負けたんだからな。世の中にはすごいやつがいるもんだ。峠は奥が深いぜ。やめてくれ匠。俺はやめないっすよ池谷先輩。なんか知んねえけど死んでもあいつにだけは負けたくないっすよ。匠、先行っていいぜ86の兄ちゃん。ゴー。ダウンヒルスペシャリストは2人もいらねえ。群馬エリアの下り最速は EG6 シビックと妙義ナイトキッズの庄司慎吾なんだよ。いくつコーナーをクリアできるか見物してやるぜ。いったな。あの体勢から立て直すとは。だが時間の問題だ。なぜ曲がれる。いきなりでこなせるほどガムテープデスマッチは甘くねえ。どうだ、抜く気になりゃいつでも抜けるんだ。ほらほら、もっと焦りやがれ。もっとガンガン攻めて事故っちまえよ。
らないで曲がった方が速い。 Make your mind a big design. Take me to the top. なんなんだ、いくらプレッシャーをかけても乱れねえ。それどころかどんどん速くなってる。関係ねえ、勝負は勝ちゃいいんだよ。どんな手を使ってでもな。くそ、運のいいガキだぜ。だったらこのままぶっちぎってやる。これだ、レッドゾーンまで一気に吹けるこの音、この統制感、死ぬほどいいぜ。たまんねわざとやりやがったな。てめえみたいなカスには絶対負けねえからな。嘘だ、なんで追いつける。俺はこれ以上出せないギリギリで走ってるんだぞ。なんなんだよ、あの86。ステアリングを使ってねえ。荷重移動だけで曲がってやがる。なんだ今のは。なんでこんなところで抜かれたんだ。こっちから仕掛けたガムテープデスマッチで負けたりしたら、俺はチームの笑いもんにされて再起不能だ。引き分けに持ち込んででも俺のメンツは保ってみせるぜ。バトルの結末はダブルクラッシュだ。ごめんな。知らんねえ、これが本当に俺の8号かよ。あいつ、さっきアキナの頂上で見たレビン。8号レビンだ。
8号だ？バカ言うな。8号みてえな亀が俺についてこられるわけ。いつき、ちょっと怖い思いすると思うけど俺を信じてくれ。いやいや、もう十分怖えし。みんなが笑ってバカにしたこいつの本当の限界を今から見せてやるから。マジさっきの8号だ。あれ？何これ？下りなのにちっとも加速しねえ。おまけにこのタイヤ食いつかねえ。一度滑り出したら止まんね振り切れねえ。後ろのガキものすげえうめえ。めちゃくちゃ速え。遅い。やるかあれ。なんだ？あのガキどもふかしやがったな。ありゃ8号なんかじゃねえ、8六に決まってると思ったけど、ものすげえロールアンダー出てる。でも速え。なんなんだよあの車。いきなり行くのか。スピード速すぎねえか、いくらなんでも。おお、誰だか知らねえがいい音させてんじゃねえか。じゃあこっちも行くか。いじった足回りのチェック。おう。うちの車とはちょっと違うけど大体分かりましたよ、この車の乗り方。行きますよドリフト。行きますよって、じゃあ今までのは何だったんだ。来た来た。すんげえ進入スピード。いや、ちょっとタバコ。ドリフトの真っ最中だろうが。ダメだ。まあいっか。さて本気に行くか。お前ら昔から変わってないにも程があるぞ。下ろしてくれ。
どれくらい上げたんだ？聞いて驚くなよケイスケ。マックスで260馬力前後だ。下げたのか？ 340馬力から。わざわざ遅くしてどうすんだよ。奴とのバトルでお前も思い知ったはずだ。下りを制する鍵はパワーよりもトータルバランス。速く走るためにパワーを下げることもある。それが行動の奥の深さ。つまりそれほどの相手ってわけか。アキナの86はそういうことになるから。今までは下りでもビッグパワーを振り回せる自信があった。だから今回のデチューンは俺にとって屈辱だ。プライドをかなぐり捨ててでも負けるわけにはいかないと感じてるのさ。すげえ、確実にコーナーの脱出速度は上がってる。 FC のパワーを落とした理由はもう一つある。パワーを生かして直線でぶち抜いてあの86に勝ったとは言えない。それじゃ俺は満足できない。テクニックにはテクニックだ。ドリフトにはドリフトで勝つ。こんな気分にさせられる相手に出会えたことが嬉しいぜ。今の俺はレッドサンズの高橋涼介じゃない。赤城の白い彗星に戻った気分だ。兄貴。カウントいくぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。86が頭取ってるぞ。驚いたぜ。半月前よりカウンターステアの打角が小さくなった。ターンイン直後に大きめのカウンターを当てる癖がなくなっている。わずかな間に奴は進化している。だが結果は変わらない。俺が勝つ。すごいぜ、鳥肌もんだ。ストレートで速い走り屋は初心者。コーナーを極めて中級。上級者ともなればストレートでもコーナーでもない第3のポイントで差をつける。
そのポイントを極めることこそが俺の行動最速理論のメインテーマだ。その理論の限りなく完成形に近いサンプルの一つがこんなところにあったとは。こうしてラインとリズムをコピーしているからこそついていけるが、単独でこれを再現するのは俺でも難しい。恐ろしいやつだぜ。ダメだ、振り切れない。まだだ、まだあれが残ってる。溝落としも通じない。やっぱり俺なんかが勝てる相手じゃなかった。このバトル負ける。負けたくねえけど俺は負ける。いよいよ5連ヘアピン来るぜ。手前のストレートでハードなブレーキング競争が見ものだな。86が頭だ。オーバースピードだ。曲がれない。不思議なやつだ。あれほど高度なテクを持ちながらバトル慣れしていない。追い込むと意外なほど脆い。もう少し後ろについて手の内を見せない作戦だったが、前に出たからには一気に突き放して勝負を決める。差がつかない。一気に置いてかれると思ったのに速さに大して差がない。だったら縮めるんだ。少しでもこの差を。1メートルでも2メートルでも前を走るあの白い RX-7 に近づくんだ。近づいてる。差が詰まってる。負けてない。俺の方が速い。フロントタイヤの食いつきがこの大詰めで熱だるか。だが少しくらいタイヤがへたろうとも俺の技術に破綻はない。勝つのは俺だ。さあいっく。86がケツに食いついてる。さあどうする。どう攻める。アウトだと。外からじゃ抜けねえ。最短距離をいけるインが絶対有利なんだ。FC が膨らんでくる。クリップにつけねえ。失速するぞ86は。おお、つきやがった。今までいろんな人間を見てきたけど、お前みたいなやつは初めてだ。小さなステージで満足するな。広い世界に目を向けていけよ。広い世界。また会おうぜ。